で今回はもうこれ長いの取っちゃいます。もうこれいらない。木がねまっすぐ垂直なのはあんま綺麗に見えないです。やっぱちょっと斜めこっちに倒してこの幹の角度が斜めにするか、はたまたちょっとこっちに倒してね。盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養泉4代目北谷隆一です。今回はですね植え替えのねやっちゃダメなことをこう3つ言いながら説明しながらやっていこうかなと思います。はい、もう植え替えでもね結構危ない作業であるんですけど、これさえやっとけっていうところね、逆に言ったらこれしとかないとダメですよっていうところもやっぱあるんですよね。そこを重点的にやっていきます。で本題に入る前に少しだけお時間ください。今無料のメールマガジンやっております。概要欄からですね探していただいて、でメールアドレス登録するだけで定期的にねまた僕の今まで言ってきたような内容のメールが届くんで、はい、もしよかったらそっちでも勉強してみてください。では本題に戻ります。植え替えにおいてですね植え替えそうですね、時期も大事、やり方大事でね、で細かいとこねちゃんとしなかったら枯れる可能性が高いみたいなね、結構難しい作業なんですけど、今回はやっちゃダメなこと3点ね一応用意しました。作業しながら最初ちょっと言ってみましょうかね。今回ですねこの五葉松をこの鉢に植え替えます。でちょっとねこう合わせてみるとちょっと鉢に対して木が小さいかな、鉢の方がちょっと大きいかなとは思うんですけど、この木自体もね成長してちょっとずつ枝広がっていくからいいかなというところでこれ選びました。ちょっと植え付け角度も変わりそうなので深めの方がやりやすいかなというんで、はい、これいい鉢ですよこれ。はい、でまず最初注意点3つから言いますと、この鉢ポットに入ってるこの、用土と根っこで構成されてるんですけど、これはあまりにも削りすぎない、根っこを小さくしすぎない、はい、根っこ、ある程度やっぱりあった方がいいですね。すごく小さく切り詰めてしまうと枯れる可能性が結構大です。はい、枯れやすいですね。あとこう削ってこの中入れてした時にその鉢と木をしっかり固定してないと、風とか何かの拍子持ち運びの時にねぐらぐら揺れるんですよ。揺れやすいんですよね。だったらせっかく新しいね柔らかい新しい根が出てる時にちぎれてみたりとかね、根付きにくいっていうのがあるので、今度はもうその鉢とその木をねしっかり固定すると。はい、今ね2つ言いました。削りすぎない鉢をしっかり固定する、あと用土ですね。用土、これちょっと今日こっちある程度用意してますけど、はい、これもこれがね石の粒ですね。砂花崗岩みたいなのとあと赤玉混ざってます。はい、で、用土ね結構何でもえっちゃええんですけど、唯一ここは気をつけてほしいっていうのは粒の大きさですね。これぐらいだったら3ミリ前後ぐらいの粒、ちょっと粗いなと思うぐらいでいいですね。細かすぎたらねもう水通りが悪くてね水はけが悪くなって水が溜まっちゃうんですね鉢の中にね。だとするとそこから腐りやすい、根が腐るみたいなのがあるんで、ある程度粗い砂でその水通りがよくなりそうな用途を使うと。はい、じゃあ早速やっていきます。まずこのポットから木を取り出す。根がちゃんと充満してますね。これぐらいになってたら植え替えしやすいですね。ちょうどいい時期だったっぽいです。はい、でこれを道具こういう何でもいいんですけどね、硬い熊手みたいなんでこうガシガシといくか、ちょっとそれでもいきにくいな。あまりにも根が硬い場合はね
ちょっと使い古しのハサミなんかでね、外側だけでも切りましょう。大体ねこのポットなり鉢なりのねその一番なんていうんですかね、面してるところにこうねって出やすいんですよね。だから中身結構サラサラなんですよ。で次これ結構ね取れやすいんでね、ここをこう調子に乗ってあんまり取らないように。今回これでも結構もうすでにもともとポットがね小さいポットに入ってたんで、これ以上はちょっと取らない方がいいかなっていう感じします。こんな感じ、もっと大きいポットに入っててもここまでぐらいでやめますね。で今回植える鉢がね深いんで、下はあんま取らなくても済むと。で取らなくて済むなら取らない方がいいですね。根っこはねやっぱ切りすぎたら枯れる原因にもかなりなるんで。こっちかな正面、でそうだ、ちょっと今順番前後しちゃったんですけど、本当はねこの鉢の方に網かけるのを先しましょう。でないとね乾きついちゃうんでね。網はこういうの砂がこぼれないようにするための網です。多分ホームセンターとかね最近だと100均でも売ってたりしますけどね。じゃあこの鉢にね網を敷いて、でこれだけだとグラグラするので針金で留めます。で鉢の穴のサイズに合わせてこの字を作ります。この字これぐらいかな、でなるべく穴の外側に針金が来るようにしてちょっと引っ張りながら折ると。これでもう動かないね。はい。で次は木を固定する針金、よいしょ。これもある程度穴の幅に合わせてこの固定用の針金もねやっぱり2本以上がいいですね。1本ではやっぱりねグラグラしたり抜けたりしますね。1本でいけるぐらいの軽いちっちゃい木ならいいんですけど、だいたいやっぱり2本ぐらいあった方が安心ですね。はい、こんな感じ。これで鉢の準備完了です。で次この底綱引きます。底綱はちょっと水はけの良いちょい粗めの、これは日向土なんですけど、軽石みたいなもんで排水性はすごくいいですね。これをちょっと小さいんであんまり大きはいらんかな。ちょっとこれぐらいで、次に主要度というかね、赤玉と石の粒ですね。砂、一般的な砂を混ぜたのをこれぐらいかな。ちょっとこれ入れといて、でこれがねこういくかで悩むとこなんですけどね。で今回はもうこれ長いの取っちゃいます。もうこれいらない。
これも長い。よいしょ。あと細かいとこはまたにしよう。で植える時にね、これはちょっとやったらダメっていうんとは違うんですけど、この木がねまっすぐ垂直なのはあんま綺麗に見えないです。やっぱちょっと斜めこっちに倒して、この幹の角度が斜めにするか、あとはまたちょっとこっちに倒してね、こういう形にしてちょっと斜めにして作っていくかとかね。やっぱある程度幹はねまっすぐよりかはちょっと斜めの方がいいですね。はい。どっちにしようかな。ちょっと一瞬考えます。こうかこうか、こっちの方が面白いかな。こっちにしようかな今回。こうちょっと半圏外風で、はい、ちょっと上出ますけどね、もうちょっと深くいきます。はい、こんな感じ。これに合わせた領土にしよう。こんな感じでいけるかな。よし。ちょっとごめんなさい、自分の方向けますね。これ大事なとこなんでね。よいしょ。はい。これで次やっちゃダメなこといきますね。この留める針金なんですけど、これが緩いのはダメです。しっかりきつく締めましょう。きつく縛ったらね、根が傷むんじゃないかとか考えそうなとこなんですけど、これはもうしっかり留めていいです。もうガチッと、はい、こうねじるだけじゃちょっと弱い場合あるんですよ。ちょっと引っ張ってねじる、ちょっと引っ張ってねじる。でこの木を持ってね、もう8と全然こうグラグラ感がないぐらいまでいったらもう成功ですね。こう木持ってなんか木だけがグラグラしてるんではダメですね。はい、これ今もうぐらつかないんでこれで OK です。はい、で手怪我していかないから、この結び目はちょっと横に向けてギュッと倒しましょう。はい、だいぶこの根っこが隠れてきていいかなと。こんな感じ。ちょっとここを斜めにした分きれいに見えやすいかなと思います。でこれからちょっとずつこっちでね伸ばししていったら半圏外のきれいな五葉松になりそうかなと思います。はい。あとはこの砂ね。でこれ砂も今入れただけ、これも4つ目のダメになっちゃいますけど、これもダメです。しっかりと隙間に砂がね入っていくように、これ入れただけだとね奥の方までね砂いかない場合があるんです。で今この道具でザクザクしてますけど、奥の方に砂がちゃんといけばね、この今使ってる道具でなくてもいいです。何でもお箸でも何でも、なんか棒状のもの、なんか多少こういうふうにヘラみたいになってるんで何でもいいです。ちょっとここ根が出てるけどいいでしょう。もうちょっと足そうかな。最初のうちだけでも砂は多めに入れて、だんだん水やってったらねまたこぼれていきますからね。はい、こんな感じ。はい、これで完成です。こっちにね半圏外風に伸ばしていけたらなというところですね。はい、じゃあ今回やったらダメなことおさらいしますと、この根元を切りすぎない、小さくしすぎない。はい、で次はそうですね、針金でしっかり縛ると、鉢と木をしっかり縛る。木だけ持ってももう全然大丈夫みたいなね。はい、あと最後は最初だったかもしれないですけど、
用土はまあ基本どんな砂の種類でもまあまあいけるんですけども、粒の大きさはまあ気持ち粗め、だいたい数字で言うと3ミリ程度、そのあたりを気をつけていただいたらうまく植え替えができるかなと思います。はい、逆に言うとそこをちゃんとしないと枯れる可能性が結構出るのが植え替えなので、くれぐれもその3つは最低でも守っていただいてというところです。はい、では本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷温泉4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。